昭和の闇に咲いた狂気の愛、時代を激しく揺さぶった一大スキャンダル、安倍貞事件。動乱の時代と事件の発生。事件が起こった1936年、昭和11年は、日本が軍国主義の重苦しい風潮に包まれ、激しく揺れ動いた年でした。2月26日には、陸軍の青年将校たちが重臣を殺害し、首都中枢部を占拠する近代史上初のクーデター、2.26 事件が発生。天皇の強い意志により鎮圧されたこの事件は、日本を戦争への道へと突き進ませる大きな転換点となりました。こうした暗淡たる時代背景の中、世間の人々は社会の不安を吹き飛ばすかのように、ある異常な事件に熱狂的な関心を寄せます。当時の新聞の中には、安倍貞のことを世直し大明神とまで呼んだものもあったといいます。マスコミはこの重苦しさを打ち破るかのように事件をセンセーショナルに報じました。1936年、昭和11年5月18日の午前、東京市荒川区奥の待合、正木に数日前から居続けていた男女の客のうち、女だけが水菓子を買いに行くと言って外出し、そのまま戻りませんでした。男がなかなか起きてこないことを不審に思った女中が2階の部屋を覗くと、そこで目にしたのは惨殺された男の姿でした。男は赤い絹の腰紐で絞殺され、顔にはタオルがかけられていました。敷布団には墨で貞吉二人きりと対処され、さらに男の左太ももには血液で貞吉二人と書かれていました。そして男の左腕には貞という文字が刻まれていました。さらに男の遺体は著しい損壊が加えられており、世間に衝撃を与えました。被害者の男は東京市中野区のうなぎ料理店吉田屋の主人石田吉蔵、当時42歳。そして逃走した女は田中佳代と偽ってこの家の女中になっていた安倍貞、当時31歳であることが判明しました。犯行に至るまでの過程、安倍貞は事件の約3ヶ月半前の2月1日、吉田屋に女中として入りました。もともと好色な貞と次々と愛人を作るほどの女好きであった吉蔵はすぐに親密な関係となります。最初は主人の妻の徳の目を避けながら店の裏で常時を繰り返していましたが、やがて関係が露見することを恐れ、外の料亭などに泊まり込むことが多くなりました。こうした常時を重ねるうちに、貞は吉蔵を自分のものだけにしておきたいという異常な独占欲を募らせていきました。4月23日、貞はついに吉蔵を連れて家で、渋谷の待合を皮切りに、多摩川の料亭などを転々とします。貞は吉蔵を独占することに快感を覚え、その愛欲は日に日にエスカレートしていきました。吉蔵との逃避行の最中、貞は金策のため、かつて関係があった名古屋の市会議員、大宮五郎を訪ね、旅費と金銭を受け取っています。しかし、どの男と会っても、貞の心は吉蔵から離れることはありませんでした。5月11日、別れを恐れていた貞は吉蔵と再び落ち合い、奥の待合、正木へ入ります。ここから、二人の愛欲は最終段階へと向かいます。二人の欲望は次第に歪み、貞は極度の興奮の中で彼の息を止めるような危険な行為を繰り返すようになりました。吉蔵はこれを面白がって受け入れ、貞は締めたり緩めたりしながら、お互いの愛欲を満足させ合いました。しかし、吉蔵は次第に疲れ果てて、目をしょぼしょぼさせるようになります。貞はそんな吉蔵を追い詰めます。5月17日の深夜、寝ている吉蔵の首を細紐で絞めると、吉蔵は貞の偽名である。かよ、かよ、と苦しそうな声を上げました。貞は驚いて紐を解きますが、首には二重の傷跡が残りました。吉蔵は鏡で自分の首を見て、ひどいことしたな、と言っただけで、
少しも怒りませんでした。それどころか、薬で介抱する貞に対し、吉蔵はこう言ったと言います。お前は俺が眠ったらまた首を絞めるだろう。今度、絞めるときはそのまま緩めないでくれ。人思いに苦しまずに殺してくれ。5月18日の朝、貞はついに吉蔵の首を絞め、吉蔵が願った通り、緩めることなく強く絞めて殺害しました。吉蔵の死を確認した貞は、自分を楽しませてくれた吉蔵の一部を自分の肌から離したくないと考えます。貞は後に、この行為を吉蔵への愛情表現であり、誰にも触らせたくなかった、と供述しています。安倍貞の生い立ちと逮捕。安倍貞は1905年、明治38年、東京市神田区の畳屋の娘として生まれました。裕福な家庭の末っ子でしたが、早くから性に目覚め、15歳の頃には年上の男と関係を持っています。一度異性の肌の感触を知った貞は、神田の不良少年たちと付き合うようになり、やがて父親によって遊女として売られてしまいます。18歳で横浜の芸妓置屋に入った後、都、春子、静香など次々と名を変え、遊郭やカフェ、料理屋を転々としました。その間に両親を亡くし、孤独な境遇を深めていきました。そして32歳で、運命の男、石田吉蔵と出会うことになります。吉蔵を殺害し、遺体を損壊して逃走した貞は、予想以上に事件が大々的に報じられていることを知り、大阪へ逃亡することも考えますが、5月20日午後5時半ごろ、品川駅前の旅館、品川館で、大和田忠という偽名で投宿しているところを逮捕されました。臨検に訪れた刑事に対し、女は自らを安倍貞と名乗りました。所持品の中には、吉蔵の遺体の一部が隠されていました。貞の逮捕は全国で号外となり、国会が開かれていた委員会が中断されるほど世間を騒がせました。世間の熱狂とその後の人生。この事件後、貞と関係した男たちは、彼女が極度の興奮状態に達すると、長時間失神すると一致して証言しました。貞の精神鑑定を行った教授は、彼女を性愛への強い衝動を持つ傾向と診断しました。1936年12月、東京地裁は貞に対し、懲役6年という当時の世間が予想したよりも軽い刑を言い渡しました。貞も検察も控訴せず、貞は栃木刑務所に収監されました。刑務所での貞は模範囚であり、刑務所収容後も彼女の人気は衰えず、刑務所に送られてきた結婚申し込みは400通以上に上ったといいます。1941年、昭和16年、5月17日、恩赦により減刑され、くしくも犯行から丸5年目のこの日、貞は仮出所します。刑務所長らの配慮により、吉井雅子と名前を変えて暮らすことになった貞は、結婚し、戦時中は平和な生活を送ります。しかし終戦後、記者の取材により貞の過去が夫に知られ、その生活は崩壊しました。その後も貞は、自身の知名度を利用して自ら、安倍貞劇のヒロインを演じたり、料理屋の女中、バーの経営者などを転々としたりしました。1959年、昭和34年には、東京両院店同志会から優良従業員として表彰されるという皮肉な一面も見せました。そして1971年、昭和46年、千葉県の旅館で、こうという名前で働いていた貞は、置き手紙を残したまま姿を消し、以後、消息を絶っています。孤独な生い立ちと、性に対する異常な執着、そして吉蔵への極端な愛情が結びついたこの事件は、重苦しい戦前の日本社会に、一時の逃避と混乱をもたらしました。安倍貞は、愛と狂気の象徴として、今なお日本の犯罪史にその名を残しています。